目が覚めると墓足の世界に迷い込んでいたことに気づいた。そして、0歳の子供になった。自分は運が悪かったと思っていました。でも、昔のダイオクシステムに言われたくなかった。私は彼に無意識に引き込まれてしまった。彼が持ってきたのは縛りたかったホストではなかった。そして、システムに見捨てられました。静止空間はわずかベク立方メートルしか残っていません。保証として、私は一つ一つ考えながらそれらを見つめた。GM の液体のボトル、覚醒液の瓶。同郷の技術は習得に発展しません。一握りの桃用が焦点に失敗した時、桃木の心は空間に散らばる万年の桃木剣を封じ込める。あらゆる場所から集められた銀貨。宇宙味人数えた木箱。長さユクシブ幅。さすが高さルーシブ。開けてみるとまるで白いクリスタルのようでした。また言葉が書かれた紙切れもあります。こんにちは運の悪い人間たち。私は終末システムギラスナフス言葉を通じてあなた方と共に言います。この箱の中身は金だ。どのフラタニティを目覚めさせるのかは明確ではないからです。だから高度なクリスタルコーレは与えられません。高レベルの結晶核の性質のために、そこで全ての結晶核に置き換えました。育てて吸収するテラスキを最後に一つお返しします。一時的に別居しました。主要な再任システムにはメインの本体はありません。そのためアップグレードは不可能です。受付可能なもの、運次第だ。長生きを祈っています。ヤオさんの言葉を失い空を見上げた。ここには私の気分を表す歌が一つだけある。本当にお家目に行きたいです。心臓が轟いていたその時、実際にはぼんやりと見つめていた彼の前に立つ屈強な男。長い言葉のリストが彼の口から出た。でも彼が何を言っているのか誰か親切に教えてくれないか。一言もわからない。クレダイは眉を潜め独り言をつぶやい。残念ながらこの子は愚か者ではありません。今回の第2マスターの希望はおそらく失望するだろう。彼はもう話す気にもなれなかった。彼は一言も発さなかった。直接迎えに来て、向かいのレストランの優雅な部屋へと足を踏み入れる。私は顔を上げた。部屋のワインテーブルの周りに3人が座っているのを見かけました。そのうちの一人は赤いシャツを着ていました。赤い服の男が手を挙げて合図した。言葉にできない魅力が現れます。もう一人は丸縁のメガネをかけています。薄い青のロビを着ている。手回し式の折りたたみ扇風機は洗練された不快感を醸し出します。最後に男は手のひらサイズの小さな白い犬を腕に抱えていた。青いロベをまとった顔は非常にハンソミです。ドアをくぐるとすぐに、ウーダはうんちをして私を床にしっかり押さえつけました。涙ぐんだ目を開けて言おうとした。彼は目の前の3人の大柄な人物をまっすぐ見つめた。その時、メガネをかけたハンソミな弟が突然立ち上がった。彼はまっすぐ私のところに歩み寄りしゃがみ込んだ。自分の顔をじっと見つめた。そして冗談めかして言った。よだれが出るぞ。第2の主人は誕生させるのに非常に興味深いです。でも少し変わってる。そうあるべきではありません。この子の顔は全く見えなかった。そう言った後、彼女は私の目の前で言いました。占い師みたいに。彼は指をつまみ真剣に数えた。彼は妹のことをそこそこ数えていた。彼は私に手を振りながら私に通るよう合図しました。混乱しました。彼が何をつぶやいているのか全く理解できませんでした。ただぼんやりと立ち尽くすしかなかった。ぼんやりとした顔。突然背中から優しい月が感じられた。私はよろめき赤い服の男の前に押し出された。すると後ろの男が私にはわからない方言で話し始めた。彼は数言言った。それでなんでここに連れてきたんだ。私は瞬きをした。彼は柔らかく未熟な声で標準的な中国語を話していた。その時誰かが私が理解できる公用語に切り替えました。この子が中国語を話せるとは驚きました。彼の人生経験は普通の子供とは違うようです。どこから来たの？どこに住んでいますか？なぜ彼は通りの向かいの角で一人でしゃがんでいるのか覚えていません。自分がどうだったかも忘れてしまいました。目が覚めた瞬間にここにいた。どこに行けばいいかわからなくてそこにしゃがんでいました。私は目を伏せた。半分の真実は作り話の嘘です。どこから来たのかも覚えていません。じゃあ両親は覚えてないの？覚えていません。あの大きくて潤んだ目を開けようとした哀れに見える。彼は心の中で密かにため息をついた。まさかここまで来るとは思いませんでした。生き残るためには演技力に頼らなければなりません。この時他の者たちは笑った。どうやら老婆と私は第二祖父母にお祝いを伝えたいようです。この姿勢を見て、この悪党はあなたの運命です2番目の主人。赤い服の男は温かく微笑んだ。ドラムは優しく尋ねた。何も覚えていないから、それなら私と一緒に戻りたいのですね。怖がらないで私は悪い人間じゃない。私の名前は10月レッドです。それはまさに歌へのような支援の旅です。この調査市に住む赤い人、私を教師として崇拝してくれるかい？銃付き赤、調査くれないふ。頭の中で大きな音がした。隣にメガネをかけていた者は犬を抱えている。ジアから話し始めた犬かもしれない。第5の師匠。どうしてこんなことが可能なんだ。ここがかつての旧門の世界には決してなれない。運が悪かった。私は頑固で信じたくなかった。これはすべて重複した名前の偶然だと考えてください。小さな子、あなたはやる気はある。好きなだけ全力を尽くします。調査師で有名な人物に育ててくれ。彼女はそう言い細く白い手をそっと私に差し出した。とても美しいです。私は思わず呆然としました。わかった。私は肉感のある小さな柔らかい手を差し出した。彼の手のひらに置かれている隣の8番目のマスターが冗談めかしていった。なるほど。この子は
第二の主人の姿にパス恋をしている。見てこの子は瞬きもせずに第二の主人をじっと見つめていた。本当に予想外でした。二代目マスターはいつかこのいい肌に頼れるだろう。に騙された囚人たちはすでに逮捕されています。トーンは先に席を立った。数日後に子供の配置を担当します。二人とも正式な見習いの酒のために玄関に来てほしい。そう言って月くれないは立ち上がり二人の友人に軽くお辞儀をした。そして彼は私の小さな手を取った。この茶屋から連れ出してくれた。しかし12月レッドに引っ張られて賑やかな通りへと出た。まだトランス状態だった。第二の主人は私が若く足が短いことを考慮しているようです。ステップは小さい。だから彼はわざと歩く速度も遅くした。辛抱強く対応してくれました。しばらくの間、私は疲労で息が切れていました。それでも歯を食いしばって耐え抜きました。見習い直後に面目を失いたくない。でも結局私は情意地ですから。抱きしめてくれないの。愛はすぐに訪れた。額からは細かい汗の粒が滲み出ていた。突然彼の新棚が傾いた。私は驚いた。ドゥリョツのフォーンの腕の中にしっかりと抱かれていたのだ。俺のものじゃない。まだ若いことは忘れて。こんなに多くの道を歩けない。次の道は師匠が運ぶだろう。でも怖いなら警察に電話しなさい。彼は教師でした。2月のフォーンの声はまるで水滴を垂らすかのように優しかった。私は油圧の赤い首をぎゅっと抱きしめた。心の中で叫びが止まらなかった。ああなんて優しいのでしょう。でも美しくてハンソメなんです。目が輝いている。瞬きもせずに、油圧のハンソメな顔を見つめていた。ただしに、脱が作れないは、私を横目で見なかった。しかし彼は、私の燃えるような視線にも鋭く気づいていた。彼はクスクス笑った。胸口がわずかに振動します。8番目の師匠が、君は美人を見るのが好きだと言っていた。どうやら彼の言う通りのようです。今やあなたは私を師として崇拝している。師匠をぼんやりと見てみても悪くない。ただ将来他の役職を見かけたら、でも、教師としての面目を失わないでください。あなたの小さな子の好みは本当に特別です。ぼんやりと大きな涙目を開けた。ずっと分厚の赤を見つめている。赤い屋敷の門に運ばれても、彼は正気を取り戻すことすらなかった。そしてまでに慎重に竜付き赤の腕から引き取られた。夢から目覚めたかのように周りを見回し始めた。ただ周りを見回していた。しかし彼は周囲の環境をスキャンしただけだった。すぐに彼の目は高い地位の頂点に座る二人に釘付けにされた。一番上に座っているのは年配のおじさんだ。荘厳で荘厳な。ただし見た目はプラスの赤ほど正確ではありません。しかし彼はまた、苦でハンソムな長老でもあります。仲間の中で一番下に置かれているのは、自然とウーガツの赤です。資産子供に惹かれるんです。彼を弟子にしたい。2月が作れないは、中年の男性に丁寧に言った。実はこれは、10月広しの父親だった。だからこそ気性が並外れているのも無理はあります。さつまいもの遺伝子は本当に強い。テーブルに座る中年の男性は手に持った紅茶を一口飲んだ。彼はうっかり私を見た。見た目は素晴らしいです。でもこの子は普通の人が送ったとは思えない。詳細を教えてもらえますか？中年の男は低い声で尋ねた。父よ、息子はもう頼んでいる。しかし彼は何も覚えていない。ぼんやりと自分の名前が通堺だと覚えているだけ。数日以内に部下を送り込んで調査させます。誰が子供を失ったか見てみろ。もし本当に普通の人々の血肉なのか。もっと事業報酬を出せばいいのに。しかし私は彼の言動を観察している。これは決して普通の人が持ち上げられるものではありません。それに彼は調査の方言も理解できない。公用語だけを話す。中年男性は私の言葉を聞いた時だけ公式の方言を話します。すぐにティーカップを重くティーテーブルに置く。公用語だけを話す。一般的に最近公用語を話せる人は決して頭が平らな人ではありません。それから確かめに行って本当に問題がないなら受け入れてください。彼は6月の赤をじっと見つめた。そして立ち上がりリビングルームを出て行った。2月が作れないはしばらく静かに椅子に座っていた。彼は私の方を向いて手を振った。しばらく来てくれればまでに連れて行ってもらうよう頼むよ。先さ洗い。一番後で持ってくるよ。良い人生の安らぎ、何かあれば周りのまでに伝えて、彼女を私のところに来させて。わかるか？私は素直にうなずいた。なるほど。でも彼らが何を言っているのか理解できません。私は哀れに言った。小さな顔には言葉にできない恨みが満ちている。6月のレッドは心の中でつぶやいた。この子は本当にいいねだ。手足を上げて、言葉や行動は簡単に他人の感情に影響を与えることがあります。できるだけ早く自分の人生経験を知ることを忘れないでください。私はこの弟子を受け入れました。大丈夫だよ。心配しないで。このマ君を連れて行くよ。調査方言を直接教えてあげる。公用語を話す人はまだいます。ただ村の皆が調査方言を話すだけだ。これからは私についてきて要人や要人の家へ行くことになる。全体として公用語が一般的に使われています。サイは若様を連れて落ち着かせた。ハイにこうし、美しい少女が一歩前に出た。彼は私を抱き上げて裏庭まで歩いていきました。私はアンティークの中庭に運ばれました。道中至るところに精巧な彫刻やレイアウトが見られます。この家の深い文化遺産を人々に深く感じさせることができます。マレが私を抱きしめて
翼の一つの扉を押し開けたとき、若様、ここで少し待ってて。奴隷は、水を汲みに行きあなたを洗いに行きました。私は部屋に一人で周囲の家具を注意深く調べている。彼が水を持って戻ってくるのを待て。もうすぐ迎えに来る。私は、慌てて止めたた。ドアの外で待たせておけ。本当に危険です。ほとんど外に出るところだった。この体はまだ1年しか経っていませんが、この骨の顔をよく見てください。大人になったらきっと国や民に害を及ぼす、ハンサムな男になるだろう。対、全体を温かい浴槽に浸した後、ふと、その空間に保管されていたポーションを思い出し、手首をひっくり返した。彼の手のひらに、2つの筒状のガラス瓶が現れた。赤と青水の中で互いを引き立て合う2つの液体。どのトゥベを最初に飲むべきですか？あるいは、イーポンのトゥベを一緒に飲むか？人間のシステムが、体への汚染について言及していたのを覚えています。どうやら水の準備を特別に思い出させられたようです。その時、私の頭は何を考えていたのだろう。実は説明書を破り捨てました。もし知っていたら取っておいて、よく見ておくべきだった。忘れて。とにかく遅かれ早かれ胃に入る。どちらが先に来ても同じはずです。一緒になろうと。薬のトゥーベを胃を持ち上げた。彼は頭を上げ両方の液体を頭に送った。飲んだ後彼は二度瞬きをした。心の中で静かにため息をついた。何も味はしなかった。悪いレビューは必ずつけるべきです。心の中で嘲笑を終えたところです。全身の血が一気に沸騰するのを感じた。全身の皮膚は恐ろしい赤を呼び起こす。静楽の周りを生き物がさまよっているようだ。ひどい膨らみが次々と無理やり反り出された。全身の骨が壊れて繰り返しているように見えます。胸が痛い。今インテリアに入れたらいいのに。それを知ると恐ろしいことになるかもしれません。壊れたという感覚は幻想ではありません。しかしそれは本当に5つずつ押しつぶされていきました。突然の激しい痛みに叫び発射しました。すると突然ドアが押し開く音が聞こえた。しばらくしてから耳にはたくさんの騒がしい声が聞こえました。優しくも不安げな声も私に呼びかけていた。結局闇の侵略に抗えなかった。栄光の昏睡、意識が消えゆく最後の瞬間に、まだ心の中にこだましていた考えがある。本当に後を詰めに行きたいです。その時は知りませんでした。激しい痛みのせいで、それは私の思考や身体機能を歪めてしまいました。本当に後を大胸に行きたいです。私は実際に歯を食いしばって大声で叫んだ。知らせを聞きに来た2月が作れないわ。私の声を聞いた。しばらくの間心配すべきか笑うべきかわからなかった。だって私の昏睡状態は違うから。そして体の様々な異常。10月が作りくれないは特別に事業と社、休夜を招待した。2人ともよく情報があると思っている。その理由がわかるかもしれません。どうだ名声は見えるか。自圧の本が不安げに尋ねた。社、休夜は眉を潜めていった。この子の皮膚は焼け焦げてる。こうしこの子は単にイケてるだけじゃないの。医者にも電話してくれって頼まない意味はないよ。医学は知らない上着が前に出た。ちょっと見せて。どうして良い人があなたに取り戻されないのでしょうか。これはどれほど大きなもので近いうちに大きな動きが起こるでしょう。この弟子を私に渡してくれないか。もしかしたら私の星占いが彼のことを忘れてしまったのか。君は何者だ。ウォシュア警備と共に彼女はベッドに横たわる私の手を取った。湿った綿のハンカチで冷やしてくれ。露出した肌を優しく拭いて。彼が再び面のハンカチを手に取った時、みんなはっきりと見ていた。白い綿のハンカチに黒い土の層で汚れていた。そしてこの汚れはすぐに綿のハンカチに浸透します。油じった自分を形成した。ウズイはメガネを押し合った。彼は厳かな表情で言った。なぜこの状況は私の家の古書に記録されている選択方法とこんなにも似ているのでしょうか。言っただろに講師この子に何をしたんだ。10月の赤はチルポンの柱さで上回った。彼は誠実で無邪気な表情で言った。本当に彼女に何もしていない。私がしたのは使用人に彼を連れて行って洗い、愛情を持たせるよう頼んだことだけです。しかし、誰かが呼び寄せるのに時間はかからなかった。彼が浴槽で倒れるのを見た。その時点で人々はすでに痛みに苦しみ気を失いかけています。すでに政府の医師に見てもらうよう電話しました。病変は見つかりませんでした。だから君たち2人を招待しようかと思ったんだ。結局のところあなたはよく情報通です。理解してもらえればいいのですが、私はいつもはっきり見えることを願っています。弟子に首相の敬意の茶すら飲ませられない。ただ、とても寒いです。いや、しばらく考え込んだ。彼は床洗いの人みたいだって言ってるね。しかし、どうしてこんなことが可能なのでしょうか。ただし、このようなことは、武道の古典にも記録されています。しかし、このような生まれ変わり者を実現するには、極めて貴重な薬用材料を使わなければならない。特別な手段で協力する必要がある。彼はお風呂に入るだけでエッセンスを洗い流せる。八獅様は本当に目をそらしていませんか。鼻の付け根のメガネを押し上げた。きっぱりと言った。オスカブーは事実と特別されていません。多分、今すぐ誰かに冷たい水のバケットを持ってきてもらうよう頼んだ方がいい。またこんな風に燃えてしまうのは怖い。この子は本当にやられそうだ。こうして丸1日一番連続で過ごしたようなものでした。水を何度か変えた後、体温が完全に下がっていることに気づくまでは、黒い土はもはや体から滲み出ていない。2月が作れないは召使いたちに私をきれいにするよう命じた。ベッドにそっと抱きしめられた。重いまぶたを再び開けた時、私は徐々にこの身体に適応していきました。最初は変容していたのです。キリトを体に優しく持ち上げます。その動きでベッドの端に横たわって待っていたまでも目を覚ましました。までは嬉しい驚きを隠せなかった。若様が目を覚ました。他に不快に感じることはありますか。今すぐ第2マスターを読んでくる。口を開けて呼ぼうとする前に、まではすでにドアから飛び出していた。本当にせっかちだ。私は無力に首を振った。靴を履いて立って、円卓に歩み寄り、
ハーブティーを数杯注ぎました。熱心に注ぎ込んだ。喉の不快な乾燥感がようやく和らいだ時、その時ドアの外から急ぎ足の足音が聞こえた。松永が私の前を素早く歩きました。手を伸ばして私の額に触れた。優しく素早く、私のところへ歩み寄ってきた。手を伸ばして私の額に触れた。優しく尋ねた。どんな気分か。他に不快なことはある？いや、今は大丈夫だ。不快感はありません。むしろ全身に無限の力があると感じています。私はその大きく澄んだ目を開けた。目の前の美しい顔をまっすぐ見つめながら、2月が作れないもそれを見て優しく微笑んだ。もう注文済みです。キッチンに食べやすい料理を用意するよう頼んだ。しばらく食べた後はよく休んで数日間休めます。体が完全に治るまで待ちましょう。正式に弟子として受け入れます。私は鋭くうなずいた。信頼に満ちた言葉を込めていった。まあわかりました、マスター。10月フォンが私が師匠を呼ぶのを聞いたとき、思わず微笑みながら言った。君は賢い人だね。このマスター。でもお茶を乾杯して敬礼した後は叫ばなきゃいけないんだ。でも今回は、マスターが先に君に同意するだろう。大月の個人管理のもと、壮大な見習い制度、正式に、白かごに開始されました。かつては頭の中のプロットの中にしか存在しなかったキャラクターたち。今ではその姿が鮮明に目の前に現れています。私は2月の広しと共に赤屋の門に迎え入れられた。赤野に兄、これが今日の小さな足だ。彼を透明で洗練された人物として見てください。妹子在庫の今日は2か、既得かと。話していたのは14歳くらいの女性でした。気質はシンプルで優雅です。しかめ面と微笑みの間には生まれつきの高貴さがある。ぐりつきは笑顔で赤くなっている。彼は頭を下げて答えた。父さん迅速なご注意ありがとうございます。どうぞお入りください。薄いお茶をいっぱいどうぞ。小雨こちらは格下の当主だ。私は素直に頭を下げた。はっきりと言った。人を言え金安。各錦。の目に愛の色が一瞬よぎった。よう兄さんの弟子は見事に受け取りました。このような育て方は最高の苗木です。このような育て方は最高の苗木です。少女は次男を支えるために入った。物資は要請されています。その後いくつかの壮麗な軍用ジープが登場しました。それは赤い屋敷の門の前でしっかりと止まった。車に乗り降りした人々は周囲の人々の士気を明るくしただけでなく、また目に小さな翔さんの星がすぐに現れました。男の軍服はまっすぐだった。全身が王者のような支配的なオーラを放つ世界を驚かせる。そして彼のすぐ後に車から降りた男もまた目を引いていた。あの穏やかな気質、冷たく硬い軍服に包まれながらも、私が10月の赤にとって変わられた時、神々へ戻った。3組の美しい瞳が一斉に私を見つめていることに驚いた。2月が作れないは呆れて首を振った。どうやら私はずっと前から自分のニンフォマニア的な外見を知っていたようです。私は小さな頭を上げた。目の前の2人の背の高い男を見つめながら、あの鮮明で心地よい子供の声で、彼は丁寧に呼びかけた。知事は無事だ。ゲストがレッドマンションに入った。少し恥ずかしそうに顔を上げて、10月のレッドマンションに行きました。彼はおぞおずと師匠に呼びかけた。2月が作れないは微笑みながら私を見つめた。冗談があまりにも大きすぎて、彼の目は飛び出しそうだった。彼らは師匠よりも美しいのですか？君は本当に美しさが大好きなんだね。よし、一緒に管理事務所の見習いに行こう。グランドアプレンティスシップの儀式が完全に終わった後、私は師匠たちから寛大な徒弟制度を受けました。この波は私に本格的な復讐を吸ったと言えるでしょう。その中でも私のお気に入りは、旧夜から送られたダイヤモンド。創造の葉。全身が雪のように白い。釜の柄はスターリングシルバーで鋳造されています。そこに埋め込まれた蓮の模様は生きている。手を置けずしっかりと握りしめました。絶対に離さない。師匠の父、つまり高価の老主人だ。この剣に私を見てください。このロタスのショートブレードが本当に大好きです。ブルワリーレッドと話し合う。私は今後外を歩くために赤いハスを選びました。名前を聞いたとき、心は単純に無力です。でも今度は誰が私をフェンスの下の弟子にしたの？それに彼はまだ若い。異議を唱える権利は全くありません。しかし、心の奥底では、それでも彼を中傷せずにはいられませんでした。本当に土っぽすぎる。しかしそれを受け入れるためには換気しているふりをしなければならなかった。結局のところ、私はただ同じ考えを持つ人間です。結局までに抱えられて寝室に戻った。前提で。カップを押し替えたりする賑やかな音について私には関係ない。その後の日々、王者花月の秘密観察の後、そして師匠の言葉から今の自分の位置は大体把握しています。この時点で、長大奉行は実際には注文の頂点に座っていなかった。長期山はただの新人だ。彼はちょうど調査防衛官の職を引き継いだところです。翌日は10月です。フォンは私に歌い詠唱し、馬になること、そしてフォーネカ独自の体法を実践させてくれたい。しかし校門で大きな出来事が起きて、それが家族全員を覆すほどだった。梅花の杭の上にしっかりと立っていた。訓練場の外に影がちらりと見えた。彼の心にはかすかなようなオーラがあった。結局のところ大抵この時間がその時なのです。ここには多くの王族の子供たちが修行しているはずです。学校の課題を丸ごと終えたのは夕方になってからです。師匠の書斎の外に出た。でもドアが閉まっているのを見た。私は主人の方を向いた。特別に私の個人召使いに割り当てられた。いつも聞かれていた。本師匠が私に会うのは都合がいいと思う。医師が後頭部をかすった。無邪気に言った。小さい方も不明瞭です。ただ今日はこの家の雰囲気が変な感じがするんだ。変な気分になるのを忘れないでください。明日あなたのところに行こう。
若様、まずは庭に戻って休もう。そう思いますか？私より数歳年上のこの少年を見つめていた。彼は正直な表情で私を見つめていた。無力にため息をついた。彼の言うことを聞くことに決めてください。まずは自分の中庭に戻りなさい。明日また来て師匠に挨拶しなさい。まさか今回は3日連続で師匠の人に会えなかったなんて。しかし C が慌てて私たちの中庭に駆け込んできた。叫んだ。課長の親衛隊は血まみれのまま連れ戻された。これを聞いてショックを受けました。早く足を開けて前庭まで走っていった。玄関ホールに足を踏み入れた瞬間に、すると突然血まみれの人物を見つけた。担架に横たわる師匠はその男の隣にしゃがんでいた。手にしっかり駒を握りしめている。血で書かれた名前のようだ。人全体が解けない濃い悲しみに包まれている。私は静かに近づいた。小さな腕を伸ばして彼女をぎゅっと抱きしめた。しかし彼の目は無意識に隣の担架の地に目を向けた。突然、髪の毛ほど細い奇妙な黒い糸が突然私たちに向かって飛んできた。私はショックを受けました。ほとんど無意識のうちに母乳育児の力を発揮している。主人を激しく押しのけた。同時に体内のわずかな酩酊を動員しています。雷鳴と稲妻の力が瞬時に小さな手のひらに覆いかぶさった。気にしない。その裏手は人を傷つけようとするわずかな絹糸を掴んだ。結局のところ私の雷と雷はオーラの中に入ることができるのです。これらのスレッドをほとんどブロックできません。口輪に侵入してダマギを与えない。これが今まで私ができることの体験です。抽出規約は数字を安定させます。よく見てみろ。もともと暖かかった雨が一瞬で冷たい激しい光を放った。激しい冷たい光。彼女はその場で決断を下した。彼は大声で叫んだ。召使いたちはすぐに精霊と火を運んだ。あの酒の瓶を待ってて、血まみれの遺体にかけられた時、ただ歯を剥き出しに失明を空に突き上げている者たち。糸をねじって絡める。どうやら宿敵に出会ったようだ。瞬時に自分の体に引き込まれた。モソダツレッドは全くためらわなかった。手の貨車に素早く息を吹きかけて、手首が震えた。彼は正確に体に投げつけた。一瞬で玄関ホールの火事は猛烈に燃え上がった。押し寄せる熱波がパチパチという音とともに広がった。本能的に恐怖を感じました。思わずに、ガツの広しの寛大な抱擁に縮こまった。何しろこの公衆の場で燃える死体の恐ろしい光景。でも私の二つの人生を合わせて見たことがありません。2月が作れないも私の体の震えを鋭く感じているようだ。彼は私を抱きしめ、少し強く締めました。彼女の温かい腕の中に私を深く守ってくれた。静かな慰めを与えてください。激しい炎はカピス分間燃え続けた。事象が商売がないと確認するまで。その時になって初めて彼は手を振って誰かに炭火を消すよう命じた。そして厳かな表情で短剣を抜いた。焼け焦げた遺体の中から十数体が見つかりました。ただ、私たちの紙のような物体を攻撃するつもりだった。師匠、これは一体何だ？私は不安を抱えながら尋ねた。これは非常に稀な禁止です。その活力は非常に強い。完全に排除するのは非常に難しいです。もしまた同じようなことに遭遇したら、強引でない人には近づかないようにしましょう。この邪悪な門の禁止帯、通常日光が届かない非常に日陰の場所でしか育ちません。土地は繁殖するだろう。師匠高校は、この極めて影の地に覆われているから、君と一緒にいる他の人たちもそうじゃないのか。ぬやつの赤い瞳は一瞬で赤く潤んだ。その声はかすれていた。あなたはまだ若いです。これらは不穏なものです。今は心配する必要はない。この物質は胃の中で腐った。これからは誰にも話してはいけない。もう一つ覚えておくべきことがあります。2月が作れないはしゃがんだ。彼の目は松明のように私を見つめていた。その表情は、非常に厳かだった。一期一会、今あなたが明かした奇妙な方法について、将来どんな機会であっても、他人の前で簡単には明かしてはいけません。教師として何が起きているのかは聞かない。誰もがそれぞれの秘密を持っている。でも、君が2月の赤門に加わってから、マスターと呼んでください。それからあなたの過去、これ以上質問はしない。本当に生死の分岐点に達しない限り、そうでなければホールカードは隠されているはずです。それをしっかり隠さなければならない。まだ若いけれど、でも、心の中では確信しています。あなたは、とても賢い子です。教師であることの本質を理解する必要があります。私は冷静に瞬きをした。声はこもっていた。了解マスターを覚えてるよ。モダツレッドは私を見て私の話を聞いた。寝食やや起き上がると部下にガンズの遺体を運び出すよう命じた。きちんと埋葬された。そしてその場で注文した幸福全体がすぐに客の入り口を閉ざし、そして人々にその情報を外の世界に広めさせましょう。フォンフーはそれ以来手を徹底的に洗った。二度と墓の目に触れるな。この事件の影響は非常に悲劇的でした。赤い屋敷では、ウガツの赤い屋敷を除いて、他の長老たちは、一番で消え去ったかのようだった。跡形もなく消えた。翌年には、ウガツの時点でも赤軍に家に拘束されていました。毎日丁寧に教えている。家の中の人たちを除いて、一番よく見たのは、シャ、キュウヤとシ、ハ、だ。運が良ければたまに、また第5のマスターが犬を抱えて訪ねているのも見られます。愛を見るたびに、彼はいつも、
ため息をつき、苛立たなければならなかった。そもそもリードを取れなかった。私を彼の指揮下に置いてください。誓わせて言うよ。私は彼と素晴らしい運命を共にしています。彼がこんな話し方をするのを聞くたびに、罪悪感を感じずにはいられませんでした。この古い一発の奇妙なドア、王子の計算は効果的ではありません。結局のところ、あの骨髄洗浄と骨の変容以来、私は静かに空間の同居譜を習得した。統合。今では、同居の技術を深く理解しています。祝福を動員するだけでもいいのです。普通のライピーパーでも、基本的な語譜も自由に描くことができます。一番簡単な選択法についてですが、私はずっとこのゲームをプレイしてきました。しかし、将来どこにでもこれらの譜を作れるようにするために、公然と恩恵をしなさい。事前に自分の道を切り開かなければなりませんでした。したがって平日のことだ。いつも鉄の口を装わなければならない。西計算は非常に興味を持っている。その後10月に赤いハートがどう計算されたのかはわかりません。多くのパフォーマンスはしばしば言い訳を使ってステージに立つことになります。ドッペルガンジャーに使う時間はない。彼は私を正八師匠に投げ渡して代わりに読ませた。こうして調査師の町や路地に奇妙な光景が現れた。7代目か8代目が折りたたみセンスを振って現れる場所があれば、彼の後ろにちょっとした尾行があるに違いない。そうだ、あの小さな尻尾の言う通りだ。あの小さな尻尾はすぐ下にある。いや、手に赤いロックのシュガーガードの紐を持っていたんだ。噛みついて首を振り、カナエの後ろをついていった。一方で、彼は兄弟服用の邸宅の扉へと揺れながら歩いた。道路は妨げられていません。通夜の大広間に威張って入るまでは、道中で出会う使用人たちを止める勇気はなかった。どの新軍兵士が丁寧に頭を下げ8番目の主人に声をかけたのか。張飛山は正面から尋ねた。今日はどんな風が吹いている？ここでフェレシをしちゃった。でも何かそんなに大したことなのでしょうか。彼は真剣に言った。今朝早く自分のために償いました。この家は今日旅行することが推奨されていることを示しています。特にブッダの家を訪れるのに適しています。それに隣のこの小さな子は長い間二人の様子を好ましく思っていなかった。心が締め付けられた。彼にここに連れてくるよう促さなければなりません。八王子さん言い訳はひどいですね。口の中にはまだ半分のさんざしが残っている。彼の言葉に心を打たれました。その場で窒息しそうになった。張飛山は口いっぱいにして7日間列車を走らせたのを無力に見つめていた。彼の表情は全く言葉を失っていた。それを見て、くちばしは皮肉を込めてメガネを押した。声を潜めた。好き勝手にだらしないで正直に言おう。今日この旅に来ました。実際ここ数日で血まみれの大惨事を起こしたと計算されています。最悪が迫っている。世界中どこでも注目を避けるためにあなたの家を思い浮かべている。物価は大きな商売をしている。空いている部屋を開けることすら不可能だ。ゲストルームは私が避難できる場所ではありません。張飛山は一瞬言葉を失った。ちょっと話したかっただけ。それから兄弟服用が落ち着いた足取りで歩いているのを見た。玄関ホールの扉に足を踏み入れた。口の端の砂糖の残りを舐めるのに忙しかった。左手を自由にしながら、彼は静かに親指を立てた。その意味はこれ以上ないほど明白だった。8番、おじさんの真剣な話す能力。本当に息を飲むほど美しい。兄弟服用はこの戦いを見ていた。思わず呆然と笑いながら尋ねた。部屋は一つしかない。俺ちゃんは、自然に努力できる。1番目のマスターの口から突然起きたこの災難については私にはよくわかりません。それはどこから来たのですか？ズルイは瞬時に陰鬱で、悲しげな表情に変わった。苦情を申し立ててください。リベラルアート何も知らないな。ナイネゲートがカードの順番を入れ替えたからです。他の門の中で背後に強力な勢力が支えていないのはどれか。お前だけだ。光の棒の指揮官俺を見ろ。小さな体だけで一人で戦う。あなたはこの巨大な調査師と言いました。誰もこっそり私の脂っこい肉をじっと見てはいけないの。兄弟服用はそれを聞いて少し眉を潜めた。低い声で尋ねた。誰だ？お世話、いつはこれを聞いた。まるで背骨を見つけたかのようにすぐに、サンゴにも兄弟服用に向かって誇張して。ああ、私の仏様。この話には曲がりくねりがあります。まだはっきりしないの。心に幽霊を持つ者は動けない。他の扉は深い根を持っています。柔らかい柿を積んでつまみちゃダメ。一人で私を見ているの。ただしまだ大きな動きは明確ではありません。でも最近は怖くてパニックになっています。いやー、今朝早く自分にそんな気を作ったんだ。そしてなんと、六芒星は最悪が近づいていることを示しています。不つよ過去の愛のために、私を守らなければならない。今日さらぎも、隣の張飛山の方を向いた。四つ目張り山、夏思うが尋ねています。張飛山は理解した。丁寧に返答した。普通様まだ、正確な知らせは届いていません。誠意8番目が何を心配していたのかというと、もしかしたら、誰かが密かに狙っているのかもしれません。しかし叫んで殺すほどのものであってはいけません。命がかかっているほどに、ズイはこれを聞いて不快だった。急に顔を向けた。彼は超実算で数えました。お前だ小さな副官。なぜ私はその重要性を理解できないのか。私はこれを雨の日に備えて計画すると呼んでいる。問題が起こる前に予防する必要がありますか？またしても、君に何かして欲しくなかったんだ。ただしばらく普通の家にいたいだけだ。映像は綺麗で安定しています。公式な職務の妨げにはならない。もちろん、それにこの小さな子も。2番目の主人は最近忙しくて足が地面に触れないほどだ。早く見る時間がなかったので、彼を私に任せました。2番目の主人様の赤ちゃんの世話を手伝うために
ここに来させてくれればいいんだ。食事や飲み物の費用については、口の中の口に渡して、私は好き嫌いが激しいわけではありません。噴筆石聞こえたのは、突然の笑い声だけだった。その後激しい咳が続いた3組の目はすぐに立っている側に向けられた。私は弱い。その時、口の端はまだ赤いロックシュガーガードシロープで染まっていました。大きな涙ぐんだ目が瞬きをした。ひどい咳のせいで、目の端にはいくつかの結晶のような涙も浮かんでいた。あの場、おじさん、私は神経質です。恥知らずなんだ。恥知らずなやつ。連れてこない。私は小さく呟いた。一方で私はこっそりと視界の端を覗き込んでしまった。兄弟福陽と千代檜山。この二人が私の話を聞いていたのを見た。彼らの顔には明らかな笑みが浮かんでいた。コーヒー山はベッドを握りしめて隠そうとまでした。そして口元が抑えきれないほど上がりました。さあ、容疑を連れて降りて落ち着きなさい。好きなだけいていいよ。それを怠らないでください。これお願いします。それを怠らないでください。治療お願いします。ブッダが最も大切に重い正義感を重んじていることは知っています。兄たちが苦しむのを見ることはできません。案の定彼はいい人だ。じゃあ先に降りて休むよ。忙しいんだ。そう言うと彼は私を引き上げた。彼は中飛山におならをしながら追いかけた。仮設の宿が用意された脇部屋まで。そして調律さんは慎重に部下に命じた。外のプレトポーター店に行って言って自分に合う服をいくつか着替えました。この小さな服感は思いやりが足りない。ただあなたのために幸せなものを買おうかと考えているだけです。僕はどうなんだ。どうして私を置いていったの。丸いベンチに座った明るい侮辱を2つ投げろ。すぐ彼を見つめた。臭い坊や。あの表情はどんなものだった。もし私がいなければあなたは一生普通の屋敷に住むことができます。楽しんでください。そう言って彼女は持っていた基板だ。布袋の紐をほどいた。そこから古い同郷の書を取り出してテーブルに座ってよく勉強しなさい。黄ばんだ本の表紙をじっと見つめた。あるアイデアが動いた。世間知らずを装う。八王子さんこの同郷の術は全部自慢のトリックではありませんか。そういう語り部は悪魔を制圧し悪霊を払う能力を持っています。本によれば作り話に違いない。今それを聞いて首をかしげた。本の後ろから優しい赤ちゃんの顔が覗いていた。真剣な表情で返した。どこでその赤い言葉を聞いたの。ただのナンセンスだ。正当な同郷の技術はカテゴリーに分かれており広範かつ深淵です。私の仕事は長期的な広報についてです。太陽と月はあなたの指先で命を数えています。なんてことだガキ。これはあなたの遺産が十分に充実していないという意味ですか。これだけが手に入る。他の人は単にあなたが愚かで学べないと言っています。おい空の高さも知らないお前は本当にね、空の高さも知らない小さなやつこんなに大きいんだ。正直に言うと、おじの死を嫌いになり始めればいいのです。実際その遺産はかなり完全に揃っています。ただうちの成果は占いしか得意じゃないだけだ。すべては先祖たちが同居の遺産における5つの欠点と3つの欠点を避けたからです。意図的に分割された。君と何をしているんだ。君の小さな脳で謎がわかるか。私はすぐにポールに登り尋ねました。田派の5点、手元にある。ルイは目を細めた。じっくり見てた。警戒しながら言った。小さなものをどうやってもてあそぶか。もしかして彼が興味を持っているのかも。私はの底辺を拾いたい。これならまず師匠に聞かなければならない。私はあなたの大切な弟子を手放すのをためらっています。これは師匠を裏切り祖先を滅ぼす大罪です。なあ2番目の主人はお前の心の小さな99を知らないだろう。ただ好奇心からさりげなく聞いただけです。見せなければ見えない。ケチだね。あなたの家族のいわゆる遺産を見ています。ほとんどはただのブラフだ。師匠に教わった軽いカンフーほど使いやすくはない。わしが怒ったように無表情で私を見つめこう言った。この小悪魔め、どこでこんな挑発的な手法を覚えたんだ。あなたの乳白色で乾かない見た目に頼ってください。他の遺産も覗き見したいです。この古い書物を約束する。見てみろ。しかし醜い言葉はこれから始まる。見える。文字すら読めない読み書きできない人間になるな。言葉はただこぼれ落ちた。彼は枯れた黄色い年継ぎが詰まった古い本を手に取った。腕にギュッと抱きしめられ、私は本を持ちタイトルページをめくった。そして彼は興味深そうに数ページをめくった。彼は本のページをたどり興味深く数ページ戻した。口はページの文字に沿って動く。私は思わず低い声で唱えた。千の会は北西に最初に住んだ。素早く南東で向かい合って座る。町のカラワンは東西に分かれています。理系安氏は南北を修復し、元は根を生みなくなった。北東南西南西の各側に属しています。この判決は庶民たちの流血だ。福祉屋で人が怪我をしないようにする必要がある。富を求めることはしばしば不利なこともあります。債務を防衛する必要がないのは当然のことです。8、この件にはこう書かれている。最近血生臭い災害が起きるのではないかと恐れています。私は顔を上げた。その大きくて無垢な目をしばたたかせて C を見つめる。でも向かいに座っているおじさんを見かけた。その瞬間丸縁のメガネが鼻の顎まで滑り落ちた。血は卵が入るほど開いています。その丸い目は驚きに満ちていた。まるで信じられない怪物が私を見つめているかのようだった。私は無表情で顔を触っていった。おじさん、私は男の子だけど血まみれで可愛いってこともわかっている。でも他人をそんなにまっすぐ見つめたりはしない。みんな知ってる通り、私はただあぐらをかいて座っていただけだ。奇妙な扉の秘密を唱えるとき、背後に陰陽八卦の幻の幻影かすかに現れた。ジオメディクは慌ててずれた。
メガネのフレームを押し上げた。どもりながら、もう一度読み返す。たださっき読んだところが早いだけだ。私は説明のつかない表情で彼を見た。ただし、その理由は不明です。それでも私は従順にもう一度唱えました。今度こそ死は本当に見抜いた。その違いは明白です。私は巨大な陰陽のゴシップマップを見た。そこにきらめく光がついていた。私の後ろに吊るされている。牛鷲は深く息を吸った。彼は落ち着いていった。レッドロータス。何か話し合わないか。あなたは達人です。なんか話し合わないか。分割を判断できます。2番目のマスターに頼み事をしてみるつもりだ。時が来たらまた騒ぐだろう。これは可能だと思います。鬼の衝撃的な提案にショックを受けました。息を飲みそうだった8番おじさんが止まった。どうか今すぐ非現実的な妄想をやめてください。いわゆるワンデーは教師です。彼は生涯の父親でした。反逆という反逆的な行為を私が行うことは絶対にありえない。あなたは私を裏切りの罪に陥れようとしている。中途不幸の状況。それに死として崇拝することでどんないい果実を食べられるでしょうか。隋は苛立っていなかった。代わりにそれを手に取ると、すぐにドアを飛び出しました。足元に風が吹いていた。彼は口の中でずっとつぶやいていた。回り込んで、この件はまだ遅くありません。2番目の主人といい関係を築かなければならない。お前たちの良い苗は、うちの C の弟子になるべきだった。なぜ最初から盲目的に私を恋しがったのか。見た目に関しても自分は悪くないと思います。おバカな奴だな。そもそもなぜ彼は、ディーラスレッドを選んだのか。私は無力に、C の背中を軽く叩きもがいた。八おじさんまず、私を下ろしてくれませんか。多分、正直なところ、この期間はここにいるのが一番だ。どこにも行かないで。さっきの件ははっきりと書かれていた。私たち、二人とも大惨事を抱えている気がします。外出はお勧めできません。首は何気なく言った。この血まみれの惨事はしばらくは悪くない。まずは自分の用事を片付けてください。いわゆる血みどろの大惨事かもしれない。同時から戻るまで待たなきゃ。そう言ってから彼は思わず、私を抱き上げてくれた。ブッダの邸宅をお歩きで出て行け。彼はまっすぐレッドマンションへ向かった。ウィスと私は賑やかな通りを歩いていました。着物を着た人々がいるなんて誰が想像しただろう。足が器物を履いている日本人。突然四方八方からやってきました。あらゆる方向から手が押し寄せた。彼は手に長いナイフを持っていた。すぐに二人に囲まれた。行へ。最後に君に話した時は、どう思う？領土を手放す覚悟がある限り、我が帝国に降伏せよ。私たちは必ず最高の治療を提供します。牛は私をギュッと抱きしめた。その点は言及されていました。私に避難してほしいと思うのはありえないわ。しかし、長期的に考えなければなりません。今日は違う。まだ大事なことがあるんだ。また別の機会に話そう。そう言うと、彼は私をギュッと抱きしめて引き下がろうとしましたし、ドアの前でいくつかの長いナイフで殴られた。やめさせられなかった。我々の忍耐は限られている。だから一緒に来てください。私たちはあなたの9つの門にいる話し方の人たちと良い話をすることにしました。何をするかについては、それから9つの門でどれだけの重さを持っているかによります。持ち帰り。このようにして、私たちは水深の真っ只中にいます。強制的に廃倉庫に連れて行かれた。そして私もあの一段にブレーニス聖帝の腕から奪われた。この子は何も知らない。君が僕を一人で捕まえれば十分だ。彼を離して。最初は一人だと思っていました。9つの門が私たちに話しかけるだけでは足りないのかもしれない。でもこの小さな子の重さは違う。彼は2月の紅の恋人だと聞きました。なんて偶然なんだ。目標を達成するまで安心してください。彼は何の形でも傷つかない。最終的な結果は、私は聖帝が針に高く吊るされているのを見ていた。そして私は口を塞がれました。彼は手を背中で縛り隅に投げ捨てた。今はそうだ。心は本当に深く悲しんでいます。なぜまだ3つ頭の子供なんだ。全く役に立ちません。能力については言及しないでください。あれは一度きりの飾りだ。すべてが一瞬で消え去った。この時、聖帝は屈辱を受けたものの、でも怖がらせるのが怖かった。ずっとつぶやき続けた。すごい怖がらないで。2番目の主人と普通は必ず私たちを助けに来る。私はその掛け物を痛々しい表情で見つめました。それでも彼は私を慰めようとしがみついていました。力強くうなずいた。頑固な涙が目にこぼれた。ただ落ちることを拒んだ。心の中でずっと文句を言い続けていました。なぜこの時代で彼はほぼ野菜なのだろう。私はまだこんなことは何もできません。本当に悲しいことです。どうやって逃げればいい？ブーカ連続で内外に7人以上の警備員がいる。最も腹立たしいのは、このブーカ間おじと私は一滴の水にも触れていません。一番イライラするのは、ここブーカ間8番目のおじさんと私は一滴も水を作れていません。喉が煙が出そうだ。トロキャメ。混乱しています。突然まばゆい光が見えた。倉庫の門の隙間から降り注ぐ。続いていった。2人の背の高い人物が光を避けてゆっくりと周囲に歩み出てきた。日本人たちはこれを見た。口から長いナイフを取り出した。2人を中心に囲み込み閉じ込めた。先頭の日本人たちは笑った。それは有名な調剤服用だった。今回は君がここにいる。でも、どんないい知らせを持ってきたいんだ。日本帝国はこれを温かく歓迎しました。調剤服用の顔は冷たかった。ほんの数語だけが漏れた。人を手放すことは当然可能です。うなずいて約束してくれるならブッダ。これからは、注文は我らの馬の頭だ。この2人をすぐに解放した。調剤服用は冷たく鼻で笑った。言葉は推測的ではない。
ないから。ならあなたが人を解放するまで戦う。言葉は落ちなかった。兄弟服用と2月が作れないは互いに目を合わせた。突然暗黙の理解が生まれた。おわしおのや発文。左右心俳優質を聞かせや。私は涙をこらえて開けようとしました。師匠の不規則な姿勢を見つめながら、彼は幽霊のように敵の隙間を自由に縫う。指先に鉄の卵を握りしめている。図の表紙で素早く銃撃を回している。彼は片手で手毛を覆いまるで、目があるかのようだ。敵の要所を直接狙う偽の射撃は存在しません。ちょうど師匠とブッダの驚くべき技に浸っていたのと同じ時です。抜け出せない時、正気に戻ったら、周囲の地面はすでに水平と垂直につよつよ手足の高さになっているのが見えました。泣き叫ぶ日々でいっぱいに横たわっている。すべてが壊れ砕け散っていた。反撃する力はない。そして私は次の瞬間にいる。かすかな薬の香りが漂う温かい抱擁に落ちた。師匠は優しく私の体の縄を解いた。毒口の二次的なグループを除去した。私は再び自由になりました。すぐに両手を伸ばしマスターの首をしっかりと抱きしめた。心から翔さん、師匠ふつ様。さっきは本当にかっこよかった。一方で、兄弟服用に救われたい。それを聞いて彼は恨みを込めた顔で言った。良心のない小僧め。あなたの目には師匠とブッダの威厳しか見えませんか。8番目のおじと私が受けた罪を見たことがないのか。私もその過程で心配していました。本当にちょっと白目なの。私は怒って目を回して答えた。八王子さん出かける前に早い。たとえ六芒星にたどり着いても、それは私たちが血みどろの大惨事を起こしていることを示しています。もちろん説得の言葉は聞かない。突然私を水の中に引きずり込んだ。なんでそんなに熱かいんだ。2月が作れないはそれを聞いて眉を上げた。彼は地位削りを見て微笑みこう言った。8番目の子供はこれであなたを傷つけていません。あや苦々しい顔で懇願した。先に戻ってもいい。私の置いた骨は大きな罪を犯した。この話には曲がりくねりがあります。戻ったらゆっくり話すよ。もしこの話がなければ急いで家を出て話をしたいんだ。私たちの父と父はこの段階に陥って逮捕されることはありません。兄弟服用は低い声で言った。それだけだ。まずは私の家に帰ろう。厳重に警備されています。その方が安全です。サライ氏は慌ててうなずいた。ふつ様後であなたの家に行きます。小さな注意に命令していい。綺麗な服を何着か用意して、小さい方ともう一方だけ気にするわけにはいきません。くちばしの願いを聞いて、兄弟服用の口元が思わずわずかに動いた。私たちのグループを仏様の邸宅に連れて行け。消費山はすぐに医者を招き私たちの体調を慎重に調べさせました。そして体が過剰に負担をかけていた。彼は実際に食卓で首をかしげていた。彼は眠りに落ちた。3月のレッドは軽やかに私を部屋まで運び戻した。落ち着くと彼は振り返って玄関ホールへ戻った。彼はセベンポストを見つめながら尋ねた。話し合おう。一体何が起きているんだ。ブッダからの知らせを受け取った瞬間に彼はすぐにあなたを助けに駆け寄りました。具体的な理由はまだ問われていません。ガワシ氏は茶碗を手に取った。彼は熱いお茶を一口飲んだ。そしてゆっくりと言った。これは長い話です。最初は水見角の下にいる者たちに欠点を指摘した。水の下の人々が私の元に来た時、彼らが実際に日本側に支援されていたとは本当に知りませんでした。彼らは高く評価して低く踏みつけるスノブだと思えばいいのです。あまり真剣に受け止めませんでした。数日前までは日本人は実際に直接訪問に来ました。その時になって初めて気づいた。実は彼らは私のポジションを狙っていたのだ。他に方法がない。私はただ急いで仏の元へ避難するしかなかった。もともとはブッダと共に一生暮らすつもりでした。あの子の高蓮が突然頭を殴ったなんて誰が思っただろう。あの子は才能がある。それは単に私の弟子になるために生まれてきたものだった。残念ながらあなたの2番目の師匠は最初に登るのです。その時は脳の熱がありあまり気にしていませんでした。彼女を迎えに行って自分の家に行きたいならちゃんと言って彼を私に渡してほしいと頼めないかと思っていました。たとえ全力を尽くせなくても、たとえ彼が我々の成果の遺産を継がせてもいいのに、まさかその途中の連中に陰謀を仕掛けられていたとは誰が知っただろう。ジャック。おそらくそういう経緯だったのでしょう。10月に公文ヤンが美しい美女を選んだ。彼はかすかな笑みを浮かべていった。そういうならもういい。私の弟子10月の方、いつから自由に移管できるという誤解が生まれたのでしょうか。彼が私に4つの真剣な晴天でお茶をくれたことを忘れたのか。ケーブルをセットした大きな弟子、八師匠あなたの角が私の頭の方に傾いています。うわ。隋は慌てて手を振った。ああ、心配しないで。話を最後まで聞いて、君の口を突っ込むつもりはなかったんだ。本当に赤いハスの花なんだ。あの子は伝説の同志同士だった。本当に嘘はついていません。その時私は、の祖先導化警報を手にしていた。彼に段落を気軽に読ませてあげて、そしてなんと、彼の背後に、陰陽八穴の現像が現れた。おい、お前ら二人はどんな目だ。信じないで、はっきりと見える。信じられないなら子供が起きるのを待て。彼にあなたの前でもう一段落読ませてあげてください。そうすればなぜ私がそんなに怒っているのかわかるでしょう。ウォシュ首の言葉を聞いた。隋の演説を聞いた。兄弟服用はまだ茶碗を手にしていた。ゆっくり味見しながら、意味深い目で彼を見つめながら、10月レッドはティーバッグでカップの茶葉を優雅にこそげ上げているだけです。彼は一言も発さなかった。しばらくの間、玄関ホールの雰囲気は、ただの沈黙、あるいは沈黙のままだった。隋は二人とも相性が良くないことを見抜いた。突然私の心は、
火鍋の上のアリのように不安になりました。思わず欲しがったか。みんな幸せな言葉を言ってくれ。ニコーシこれについてどう思いますか？ 10 月の赤色のゆっくりとした復帰。他に何を考えてほしいんだ？もうずっと前に言いました。それが私の少し弟子でした。もし見習いを受け入れたいなら次の人生では早くお願いします。自分はこれを聞いた。突然心が半分冷たくなった。ただ頭を向けることしかできない。あの小さな目で、中太陽を恨みに満ちた目で見つめていた。兄弟服用は少し居心地悪そうに見つめられていた。恥ずかしさで何度か咳をした。やーら。公平に話さなきゃいけないんだ。確かに少し不適切です。何しろ2番目の主人の真面目な女性なのだから、半分の息子と言っても過言ではありません。さっきの空虚な言葉に頼って、ただ見習いを手放してほしいだけなんだ。2番目の師匠はその場であなたを切らなかった。それは純粋に私たちの長年の友情のためです。首は不満そうに口を尖らせた。隣のストゥールにだらりと座り込み弁護した。弟子を連れて来いなんて言ってない。2番目の主人の忙しさを考えていただけだ。教えること、そして教えることもできる。これってダメなんじゃない。大きな問題は彼がマインルームの主役であることです。私が2番目の主人になれないの。ニコーシあなたも知っているでしょう。影がないなんて言わない。私の先祖たちは何世代にもわたってそれを楽しみにしてきました。それは全ての役割を真に受け継げる苗を見つけることです。でももう何年も経ってる。見つかりませんでした。我々の視点のような職人技、祖先の教えに従う。常に学び、完全には学びません。これも避けられないことです。今はこんな大切な兄に会うのが辛い。猫が引っかくのと同じくらい不快に感じられないと思いますか。5月の赤はまだ薄い色合いです。言葉を発さずに頭を下げてお茶を味わいなさい。これを見た人してつ。さあ、中大服用のために必死に演奏するしかなかった。彼の目は祈りでいっぱいだった。それを見た長大服用もまた無力な表情を浮かべていた。長大服用はため息をつき説得しようと口を開いた。第二の主人は8番目の子供を見つめた。甲賀にたどり着くまで死なないのではないかと怖い。あるいは第二の主人の名を吊るさせておけばいい。どう思う？何しろ高蓮の子は才能があるのだ。もっとスキルを身につけて親しくなることは損にはなりません。それにもう一人彼女を愛している人がいる。子供にもいいですよね。牛は長大服用がついに助ける気になったのを見た。すぐにお世辞を浮かべて10月の赤を見た。ヌイワツレッドは優雅に手に持っていたティーカップを置いた。煙と雨を含んでいるかのような目を上げろ。兄弟服用をかすかに見た。ボース番目の薬はどんな利点をもたらしますか？そんなに急いで弟子を連れて行くのを許すな。しかし、この件は、高蓮が目を覚ますまで待たなければならない。また古い八マグロ炭でどんな薬が売られているのかも見たい。もし本当に老婆の言う通りなら、あの子には才能がある。私はあの才能を持つ子供ではありません。同意できないわけではありません。見習いがより多くのスキルを学ぶのは自然に良いことです。結局のところこの世界を歩くこと。命を救う手段は自然と少なすぎるか多すぎない。パイルスはこれを聞いた。突然興奮で飛び上がりそうになりました。こうしあなたは同意したのです。わかった。あの子が考えるまで待って、すぐに彼に手の内を見せてほしいと頼んだ。その時あなたは私の気持ちを完全に理解するでしょう。ああ、私の胸が揺れている。今でも彼は跳ね回っています。兄弟服用を運ばれた晴天殿を剣王の表情で見つめこう言った。わかった。早く表情をやめろ。もう少しくだらないことを言えば、2番目の主人が公開するかもしれないから、時が来たら占い師であるお前がなく、時が来るだろう。噂を聞いてにっこり笑った。連星は彼の隣のストゥールに座った。おかしで面白い。ただ、今の彼の歓喜した表情だけだ。顔の青と紫の傷跡も相まって、どう見てもそこには面白いわいせつな部分があります。体力を取り戻して目を覚ました後、彼は師匠と中おさらぎの元へ案内された。首が私を見た。すぐに急いで持っていた荷物から取り出した。古代同郷の書を出せ。思わず手に押し込んでしまった。その日読んだことをもう一度みんなに読んでほしいと促してください。私は疑いの目で彼を見つめた。そして彼は頭を向け師匠と超大富を見た。その二人の大男も燃えるような目で私を見つめていた。今や私は完全な僧侶です。頭をかきながら、私は小さな利を疑問符でいっぱいに育てました。彼はかすかな声で言った。八王子さん私を見てから買うだけだよ。自分の師匠の前で本当にドアを変えろって言うんだ。結局のところあなたの脳は良くないのです。今でも自分がバカだと思っている。私があなたの脳だと言って、今でも自分がバカだと思っている。そう言ってから振り返り、10月の赤い太ももを抱きしめた。憤慨したように言った。師匠弟子になるつもりはないの。ただ、確かに、八世おじさんのもののセットには少し興味があります。しかしどんなに好奇心があっても、こんなことするために彼に加わる勇気はない。それに彼には師匠がいない君はかっこいいよ。とても辛そうです。パフ、兄弟服の後ろに立っている福頑張り檜山、思わず声を出して笑ってしまいました。いつも真面目だったブッダでさえ、口元もわずかに上がっていた。2月が作れないは、手を伸ばし、優しく私の頭を撫でた。優しく安心させる。どうして師匠があなたを望まないはずがあるのだろう。8番目のおじさんが言ったことを確かめたいだけだ。いい子にして段落を読んで、私は素直に手に持った古い書物の最初のページを開いた。小さな口を開けてはっきりと唱えなさい。前へ。首開きだ。訓練は南東の反対側にあります。町の町民たちは首都に向かっている。北と南は地球と同じです。北東側と南西側が
最前線に位置しています。カニスケモン、吉地書いた。勝つことは価値があり、利益を求めて違いを生み出すことです。読んだ後、私は目を見開いていった。ブッダ、兄弟とあなたの家族はかなり仲が良さそうですね。その方向に私的なお金を隠す場所はいいはずだ。兄弟服用とその後ろの副官はこれを聞いた。二人は思わず見つめ合った。するとみんな驚いたような表情で私を見た。2月が作れないは彼らの驚いた表情から手がかりを見た。それにさっきマントラを唱えた時も巨大な陰陽の噂話の幻影がかすかに彼の背後に現れた。今では彼らは完全に信じている。私の言ったことは間違いではありません。パイリッシーここからしげに見え、私の言ったことは間違いではありません。製鉄くちばしは勝ち誇ったように見えた。傲慢に言った。どうだった？嘘はついてない。この子は何気なく思った。靴屋に隠された宝の境界を計算すればいいのです。にこうしこれを見てください。2月が作れないは私のお尻を撫でながら優しく尋ねた。高蓮八おじさんから技術を学ぶ気はあるか？これを聞いてショックを受けました。すぐに顔を上げた。彼は泣きそうなほど叫んだ。一生私は行かない。ずっと前に言ったわけじゃない。年金をもらいたいの。八おじさんについては大事なのは将来彼にもう少し嫁をめとってもらうためにお金を払うってことだ。彼女自身ももう少し子供を産ませてあげて、さっさと送り出して、これはとてもいいですね。非常に決意を固めた。中大服でさえ遠慮なく大声で笑った。浜地は悲しげな顔で私を指差し文句を言った。バッドなあなたはコメントします。彼の美徳が私とどれほど似ているか見てください。これも有害な問題です。そのスピーチの口調は、まるで肩から掘り出されたようなものです。お前は彼が俺から学ばなかったって言った。他に誰がフォローできる？君はまだ、君の型破りな8番目のおじさんと一緒にいられる。10月のレッドもまた面白がっていた。彼は笑顔で私を見てこう言いました。師匠はお前を望んでいない。ただもう一人マスターが一緒に働いてほしいだけだ。君はこのままでいいんだ。あなたの八王子は確かに師匠ほどハンサムではありません。しかしそれは正しいとみなせる。さらに彼には本物の才能も持っています。2月のフォーンの優しい言葉の下で、そしてセーミー角、のれんの下の誘惑と相まって幸福は、盛大に祝福の縁を開きました。ナイネゲートの他の家族もその知らせを受け取った時、みんな7つの鉄の口について冗談を言っている。彼は実際に魚勝の広しの頭の角を掘った。しかしセレンは彼らの口にくっつき好きなように本の頭をからかわせている。しかしセーミカドは彼らの手元にある。好きなように誘導させておけばいい。それでも勝ち起こった表情で言った。それはあなたたちが目があり金やカワセミを認識できないからです。私は心の底からこの子が好きです。今日はここに言葉を残しておきます。これからは私の他の継承は高齢に属している。彼がそれを支持するとはあまり期待していませんでした。今回は本当に講師のシエコに感謝するよ。もし他の人に変わったら怒りを解消するために私を強く殴らなければならないかもしれない。結局のところ偉大な正義を理解しているのは2番目の主人です。先生の盛大な式典の後、私は幸福と花親を行き来し始めた。結局第8師匠は本当に我慢できなかった。カバーロールを丸めるだけです。幸福堂に直接入りました。美しい名前は疲れ果てて、走り回る小さな見習いの苦しみを抱いています。またもし将来フォンプーに女性ができたら、彼女はまた引っ越しました。この作戦はしばらくの間、ガギガツの赤い口元をかすめた。私は呆然とし反問で反論できませんでした。またその興奮を見守っていた。犬の上はそれを恥知らずで、皮膚がないと読んだ。そういう意味で私はまだ野菜だった。この年齢で抱えるべきでないほどの大きなプレッシャーを受けていました。毎日学ぶ宿題は無限にあります。真夜中の静けさが訪れるとき、廃材にいる者は、廃材システムの女王に移動できません。彼は空間に残ったカリスタルコアを手に持ち静かに練習した。今までは、私の能力はまだ低いレベルです。このアップグレードの道は単純に空へ行くのが難しい。その複製能力は今日まで達成されています。ただ、手のひらサイズの物体をコピーできるのは一部だけです。しかも、その数分しか続きません。これは単純に無意味です。ちょうど修行に没頭していたところに、突然全身の毛が逆立った。突然目を開けた。ベッドの上であぐらをかいて座る。目がベッドであぐらをかいて座ることに警戒心を持っている。彼の目は警戒するように寝室のドアの方向に向けられた。四季の花や鳥のスクリーンで覆われていますが、それでも、何かが静かに近づいているのを鋭く感じていました。すぐに寝返りを打ちベッドから出た。ステップベッドの内側にある小さなグリッド積み動作に回避してください。コンパートの秘密扉の機構を軽く引いた。すぐにその人物はコンパートが開いた壁の中に階に沈み込んだ。しかし背後の壁が再びきつく閉まるまで隠し覗き穴の前に身を乗り出して外を見た。今のところ式はまるで空から生まれたようなものです。すでに2つの黒い姿が現れた。彼はこっそりベッドに向かって手探りしていた。明確な目標の姿勢を見てください。明らかに自分のためのものだ。こんなに若い私に興味を持つ人がいるでしょうか。この若い体が原因なのでしょうか。結局未完成の埃がいくつか残っていた。あるいはドアマンを探している安っぽいライトライダーかもしれない。穴を通って私は2つのこっそりとした黒い影を見た。見知らぬ粉が一握り私のベッドに向かって持ち上げられました。私はしばらく辛抱強く待った。この時になって初めて彼は突然ガードを解いた。しかし寝具は空っぽでした。幽霊すらいない。黒服の男の一人が声を潜めて驚いたように言った。何が起きているのか。この部屋には誰もいなかった。もう一人発見された。情報の誤りがあるわけではありません。この子は別の部屋で寝ていた。男は首を振りきっぱりと言った。
ここにはまだ何もわかっていません。でもこの部屋は間違いなくあの子の部屋だ。今は身元確認ができないのが怖い。撤退。草で蛇を驚かせないように将来的にいい機会を探しましょう。二人が退くのを待つ。鏡は外側からも私に当たった。二人が退くのを待つ。彼は外から私のドアを修復して鍵をかけてくれました。この技術はおそらく先祖の輸出ドアのロックピッキング技術ではない。今の日々は以前の人生とは違うと知っておいてほしい。あの頃は陶器に触れていた。持ってきて、この扉の向こうには本物の汽車の香りが漂っている。安全ボルトも追加しました。扉の隙間からいいをできるだけ早く渡せるとは思わなかった。この技術は本当に息を飲むほど驚異的です。人々が逃げていくのを見た。壁の中の暗い通路の角を曲がった。私はまっすぐ主寝室の仕切りに向かった。秘密の通路を押し開けて穴を開けたとき、主人はだらりとリクライナーにもたれかかっていた。巻物を手にじっくりと観察しながら、秘密の通路から冷たく出てくるのを見た。師匠の美しい眉と目がわずかに上がりました。彼は困惑した表情で私を見た。私は膨れっ面をした。ラウンジチェアにティーシュで登ってください。怯えた子猫のように彼の腕の中で寄り添っていた。骨壺の音が聞こえた。師匠弟子の部屋が先ほど強盗に入った。黒い服の男二人が訪ねてきた。あの二人は非常に腕が立つ。外側から配置したボルト機構を復元できました。ただ夜が暗すぎるだけだ。また非常に厳しいです。肉や皮膚の異変すらかけていなかった。弟子たちは彼らの姿をはっきりとは見ることができなかった。2月が作れないはそれを聞いて顔が一気に沈んだ。心配そうに尋ねた。じゃあ彼らに気づかれたことはある。私はガラガラのように首を振る。おとなしく答えてください。いいえ言っていません。まだ家には入っていない。弟子たちは心の奥に何かを感じた。早く隠れた。2月が作れないはしばらく考え込んだ。慎重に尋ねた。本当に過去を覚えていないの？今夜のこのムービーメントはあなたの昔のスタイルに戻るのですか？私は眉を潜めた。信頼できない超マサシステムシステムを心の中で叱った。しかし彼はただ無力に言うしかなかった。師匠本当に記憶がありません。今日の迎えに来てくれたのはあなただけだ。過去については半分だった。